コテラクフィルム、今回は源流と岩のある情景を作っていきます。では早速始めていきましょう。はい、今回使用する容器を紹介します。ニトリのポプリポットです。これまでも何度か使ってきました。広い干渉面積がここの部分で取れるので、ダイナミックさを出したいコケテラリウムにはもってこいの容器です。で、木製の蓋は苔に必要な光を遮ってしまうので、後でガラスのプレートに差し替えます。それではベースオイルを入れます。はい、先ほど決め忘れたんですけれども、正面の位置を決めていかないといけないと思います。結構ガラスの表面には気泡があったりしますので、こういうところをもう後ろの方に持っていって、気泡のない方向を表面としていきたいと思います。なのでここですね。これが正面の印です。山歩きをしていると山道脇に沢があって清流が流れていたりします。その音を聞きながら歩いていると、それまでの疲れが癒されて身も心も安らぐものです。そんな癒しの音が聞こえてきそうな情景をイメージして作っていきます。雪崩落ちてこないようにちょっとだけ霧吹き吹きます。もうちょっとベースオイルを入れていきます。だいたいこんな感じですかね。使っていく材料はここに並べられた石たちです。このテラリウムでは石の表情が重要な要素になります。なるべく同じ色や形の似ているものを意識して集めました。これらをランダムに並べつつ、水の流れをグルーガンで表現していきます。その川の取り囲む苔は土台を作り終えた後で数種類をピックアップしていきます。で、大きな石はコケテラリウムの背景となるようにレイアウトの奥の方に設置していきます。用意したのはこのグルーガンです。こう水が岩に当たって弾けているようなキラキラした様子を表現できればいいかなと思ってます。なので少し表面を毛羽立たせてあげた方がよりリアルな感じになると思います。グルーガンでコーティングすることで岩もキラキラして水に濡れてる雰囲気が出ます。あんまり難しく考えすぎずに岩の両サイドにこうやってグルーガンをやってあげるといいと思います。意識するのはその岩がどういう向きでレイアウトされるか、配置される向きだけは意識してあげないといけないかと思うんですけど、それだけ決めてしまえばあとはもう感覚で好きなようにグルーガンで色付けしていけばいいと思います。はい、これでグルーガンの装着は終わりました。石の両サイドを中心に水が石を避けて流れていくような表情を作りたかったのでこんな感じになりました。これを今からレイアウトしていきます。背景となる大きな石、これを設置していきましょう。ここに川の流れを作りたいのですが、源流付近の川っていうのは水量が少ないので、岩の間をちょろちょろと水が流れていくような形になります。で、それを再現するために先ほど作った岩をですね、たくさん配置したいので、毛と土と先ほどの石を使ってレイアウトをしていきます。ここに川を作る。ここです。はい、毛と土を入れていきます。この岩を設置していきます。こういう時は箸が便利です。次の岩を入れていきます。
で、多少意識したのは大きい石を手前、小さい石は奥っていう風なイメージは取りました。遠近法を使って奥行き感を出すためですね。で、石にも表情があって、こっちが正面だなっていうような方向っていうのがあるんですけど、それを意識しながらやっていって、で、なるべく同じ方向を石が向いてないようにしてあげるのが、より自然な姿に近いのかなっていうイメージはします。スプレーしていきます。で、ここにこの後化粧砂を入れていくんですが、もう正面は決まっておりますので、このシールは剥がしていきます。はい、これで岩の配置が完成しました。では化粧砂を入れていきましょう。川の中には白い寒水石を、で周囲には藤砂を入れていきます。ではまず藤砂から入れていきましょう。藤砂を入れ終わりましたので、寒水石を入れていきます。岩と岩との間のところにもしっかり寒水石が入り込むように入れていきます。はい、これで化粧砂を入れ終わりました。ではいよいよ源流付近の川にいろんな種類の苔たちが集まっている情景を表現していきます。今日用意する苔はこちらになります。たくさんの種類を用意しました。一つずつ見ていきます。まずこれがネズミの尾苔で、これがヒノキ苔、木立平苔、これが玉苔で、忍ぶ苔で、つるちょうちん苔、大真田苔もどき、波形立ち苔、全部で8種類の苔を使ってこれを点在させるような形で源流に集まる苔たちの姿を作っていきたいと思います。はい、ではまずつるちょうちん苔を植えていきます。これぐらいの小さい株にして植えていきます。同じ種類のものが1箇所に固まらないように分散しておいてあげた方が自然の風景としては成り立ちやすいので、その辺を意識していくといいと思います。はい、次は忍ぶ苔を植えていきます。こういう風に固まっていい形なので、これを生かすような形で植えていこうかなと思います。ネズミの尾苔を植えていきましょう。とても可愛らしい葉っぱなので、それが活かせるようにこんな感じで植えていきましょうか。これも形がすごく可愛らしいんですけど、大真田苔もどき一つだと大きいので少し半分ぐらいに分けましょうか。
半分ぐらいに分けて植えていきます。でもう一株植えていきましょう。卵毛を植えていきます。一本一本が結構長いので、これを少しずつの束にしてちょっと深めに植え付けていきます。このてっぺんを合わすときれいに植え込めれると思います。この根っこが長いので切って、はい、卵毛が植え終わりました。でこのままだと少し平たい感じがするので、背の高い苔もアクセントとして植えていきます。はい、それではヒノキゴケを植えていきます。ヒノキゴケ今は小さめなんですけれども、これが成長してくるともさもさとした感じになってくるので、時間を追って見ていくと楽しみな苔です。はい、では波形立ち苔を植えていきます。はい、もう一玉植えていきます。大きな岩の際のところに沿わすように植えていくととても印象がいいですね。では最後に日立ち平苔を植えていきます。こうやって、これが3つぐらいかなに分かれてる株ではあるんですけど、これを一つにまとめて1本の木のようにして植えていこうと思います。これを植えていきます。結構モサモサした感じで可愛らしい苔テラリウムができたんじゃないでしょうか。では霧吹きを吹いていきます。はい、一通りのトリミングを終えて苔テラリウム完成としたいと思います。源流と岩に集まるたくさんの種類の苔の雰囲気が出たんじゃないでしょうか。賑やかな感じがしてとてもいいテラリウムになったんじゃないかなと思います。源流の石とあと白い化粧砂のバランスがもうちょっと石が多めでも良かったのかなとは思いますけれども、あんまり石を多くしすぎると黒い化粧砂も使っているので苔テラリウム全体として見た時に少し暗がりに感じてしまう可能性もあるので、これぐらいのバランスでいいのかなとは思います。奥のこの大きな石がですね、この苔テラリウムの背景としてドンと座ってもらってるので、これも情景としてはいい役割をこの石が果たしてくれてるんじゃないかなと思ってます。はい、今回の苔テラリウム制作動画は以上となります。最後まで見ていただきありがとうございました。またいろいろ新しいアイデアを考えて誰でもできる苔テラリウムの作り方をお伝えできるように頑張っていきます。気に入っていただけましたらチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。またコメントもいただけると嬉しいです。では最後にテラリウムの完成動画をお届けいたします。次回またお会いしましょう。ありがとうございました。